これ一つ、それでいい。このキャッチコピーとともにキヤノンから1台のコンパクトデジタルカメラが発売されました。動画向けラインナップ V シリーズの新作パワーショット V1 です。コンパクトデジカメのフラッグシップ機という位置づけで登場したこのカメラは1インチセンサーの2倍の大きさを持つ 1.4 インチセンサーを搭載し 4K60 フレームや10ビットのログ撮影に対応するなどボディからは想像ができないほどの高性能が詰められています。一方で動画撮影時の制限の多さや細かい操作感などに疑問を感じる場面も多々ありました。スマホでも十分に綺麗な映像は撮れるし、各メーカーもそれぞれの用途に特化したカメラを次々と開発する中、本当にこの1台にあらゆるシーンを託すことができるのか、今回は徹底的にレビューしていきます。ということでどうも皆さんこんにちは、アキヤです。キヤノンのパワーショット V1、 今回ですね初めてキヤノンさんのねカメラをレビューしていきたいなというふうに思っております。実はこのチャンネルねキヤノンのカメラレビューしたことがなかったんです。過去にねソニー VS キヤノンで撮影比較を行ったりとか、あとは EOS R8 や C70 を使って軽井沢でのポートレート撮影などは行いました。他にも EOS R10 とかを使っておすすめカメラを紹介したりとか、何度か動画内でキヤノンのカメラを扱ったことがあったんですけど、キヤノンカメラをレビューするっていうことは初めてになります。この2ヶ月間ほどでオーストラリアや香港や、あるいは日本での日常などをねたくさん撮影してきましたので、それらの撮影体験をもとにこのカメラをねレビューできればと思っています。そもそもこのキヤノンのパワーショット V1 というのはキヤノンのカメラの中でどういった位置づけになっているのか。2023年6月にパワーショット V10 を発売して Vlog カメラ市場に参入したキヤノンは、今回のコンデジタイプパワーショット V1 に加えてレンズ交換式の動画機 EOS R50V を立て続けに発売しました。これにより様々なユーザーのニーズに応える動画機のラインナップが出揃い、キヤノンの質感で写真も動画も楽しみたいというユーザーの願望が叶える形となりました。キヤノンのコンデジの中でのフラッグシップという位置づけのカメラで、コンパクトなボディながらミラーレスカメラに迫る性能が詰められている、まさにいいとこ取りの1台となっています。それではそんなパワーショット V1 について詳しく見ていきましょう。今回のパワーショット V1 はキヤノンのミラーレスカメラ特有の丸みを帯びたデザインではなく、一般的なコンデジと同じファインダーを取り除いたフラットなデザイン設計になっています。上面の電源ボタンを押すとレンズが飛び出してきてすぐに撮影することができ、起動してからシャッターを切るまでが約 1.7 秒と非常に速いので、決定的な瞬間を逃さずに撮影することができます。電源オフ時はレンズがしっかりと収納されてグリップと同じぐらいの高さになるので、持ち運ぶ時も収まりが良く収納しやすい構造になっています。ただ他のコンデジと比べると少し大きさと厚みがあって、重量がバッテリーと SD 込みで約 426g あるので、ズボンのポケットに入れて持ち運ぶのは少ししんどいかなと思います。でもこのサイズになってるのには理由があるんです。パワーショット V1 の一番の特徴といえるのは、1インチセンサーの約2倍の大きさを持つ 1.4 インチセンサーを搭載していることです。これはフォーサーズセンサーと同等の大きさになっていて、 iPhone16 Pro の約3倍の大きさとなります。搭載しているレンズも F2.8 から 4.5 と比較的明るめで、しっかりとボケ感のある絵を撮ることができるし、焦点距離も 35mm 換算で約 17mm、52mm と超広角から標準域をしっかりとカバーしているので、 Vlog からシネマティックな作品など幅広い用途で使用できるカメラになっています。そして被写体に近づいた撮影も可能で、広角側で約 5cm、望遠側で約 15cm まで寄って撮ることもできます。内蔵 ND フィルターも搭載されており、3段分の減光効果がありますが、これは可変 ND ではなくオンかオフのどちらかとなるので、あくまで補助的な機能として捉えておくのが良さそうです。側面には冷却ファンの通気口が設けられており、排熱についてもしっかりと考えられたデザインになっています。実際の熱耐性については後ほどしっかりと検証結果をお伝えします。グリップ側の側面には各種ポートが配置されており、マイク端子、ヘッドホンジャック、USB Type-C、ミニ HDMI 端子が搭載されています。冷却ファンの通気口は手で塞いでしまうのを防ぐため、
グリップ側に配置できないことを考慮して設計の際に V1 のコンセプトとカメラの使い勝手のバランスをとってこのボディデザインを選択したようです。モニターはバリアングル式になっているので自撮りやローアングル、ハイアングルなどの様々な撮影にも対応することができます。このようにミラーレスカメラに迫るような性能が入っていることを考えると、コンデジとしては大きく感じるボディも性能に対してはかなりコンパクトに収められていると感じています。ただその分ボタンやダイヤルはとてもシンプルな構成で、操作面は最低限に抑えられているイメージです。回転するダイヤルが2つしかないので ISO を細かく調節したいときはモニターをタッチするかファンクションボタンを押す必要があります。レンズリングが搭載されていて、コンデジでもミラーレスのような撮影体験ができるのはユニークなポイントではありますが、旅行中で何かを持ちながらなど片手で撮影したい時に右手だけで完結できないというのは少し不便さを感じるポイントかなとも感じています。そして底面には SD カードスロットが1つとバッテリースロットが同じスペースに配置されています。バッテリーは R10 や R50 などと同じ LPE17 という小型バッテリーが採用されており、充電持ちについては不安を感じる場面が多かったです。実際に約20度の室内で 4K30p で検証した結果、1時間10分51秒でバッテリー切れとなってしまいました。また給電用の USB-C ポートも USB2.0 相当の規格となっており、充電スピードも決して速いとは言えません。1日動画撮影をする場合はバッテリーを何度か交換する必要がありますが、ここでも一つ問題があります。三脚用のネジ穴がバッテリースロットのすぐ隣に配置されているので、プレートやミニ三脚などをつけていると蓋が開きません。このような小型カメラはミニ三脚やハンドルをつけて使用する方も多いと思うので、バッテリー交換のたびに三脚を外す必要があるというのは少しストレスを感じてしまうかもしれません。上面にはマイクが搭載されており、ホットシューにつけられるウィンドスクリーンも同梱されているので、内部マイクを使って気軽に音声の収録をすることが可能です。カラーバリエーションについては現在はブラック1色のみで販売されていますが、パワーショット V10 に関しては発売から約1年半後にホワイトカラーが追加されていて、 EOS R50V も中国ではブラックホワイトの2色展開で発表されているということを考えると、パワーショット V1 に関しても今後ホワイトカラーボディが発売される可能性があるかもしれません。ここまでで大まかなカメラデザインについて見てきました。それではここからはスペックについて見ていきましょう。有効画素数は動画撮影時で約1870万画素、静止画撮影時で約2230万画素となっており、動画性能は最大で 4K60 フレームまで対応しています。この 4K は 5.7K からのオーバーサンプリングとなるので、通常の動画よりも高画質でディティールの多い 4K 動画となります。ただ 4K60p では電子手ブレ補正が使えなかったり、約 1.4 倍のクロップがかかるので、焦点距離が実質約 23mm から 71mm になるという点には注意が必要です。 4K60p では2段階の電子手ブレ補正を選択することができ、レンズ内の光学手ブレ補正も搭載しているので、ある程度ブレを抑えた映像を撮ることはできます。ただ個人的には手ブレ補正はめちゃめちゃ止まるというような印象ではないです。特に歩きながらの撮影になると結構ブレてしまうし、四隅の歪みも気になるかなといった感じなので、できればしっかりと腰を構えて撮影するようにしましょう。そして 42210 ビットの撮影に対応した Canon Log3 が搭載されていて、ログ設定をオンにして撮影することで通常よりも広いダイナミックレンジを確保することができ、より広範囲な情報を残した映像を撮ることができます。これは通常よりも薄い色で撮れるので、色を編集するというような作業が必要にはなりますが、自分好みの色味を作ることができる選択肢が用意されていることはとても素晴らしいことだと思っています。ただこの C-Log3 の癖が強いんですよ。赤がかなり強く出てしまうし、マゼンタの発色も僕的には気になってしまいます。ログ撮影した映像は全体的に編集が難しい印象で、ある程度しっかりと色編集ができる人でないとうまくいかない可能性が高いように感じてしまいます。キヤノンのログは C-Log2 の方がこだわった編集がしやすいというような意見も多くて、僕個人としても C-Log2 を搭載してほしかったなと思っています。ただログ撮影ではないスタンダードのカラーはめちゃめちゃ綺麗だし、14種類のカラーフィルターも搭載されていて、様々な色味で映像を撮影することができます。これらのスタンダードなプロファイルであれば相当色味や画質を綺麗に撮影することができるので、僕はログ撮影をしたかったけどスタンダードなカラーで撮影することを強くお勧めします。そしてオートフォーカスについてはとても優秀で、モニターをタップすると瞬時に被写体を認識してフォーカスを合わせてくれます。モニターのタッチ精度もすごくいいので、思うように被写体を選択できないというようなストレスもほとんどありません。被写体検出も自動、人物、動物優先から選択することができ、キヤノン独自の AF システムにより動き回る被写体や顔が見えない状況下でも粘り強く被写体を追従してくれます。
最後に熱停止についても検証しました。約22度の室内で 4K30p で長時間収録をしたところ、開始後9分近くで温度計が表示され始め、28分36秒で低温やけど注意の警告が出始めました。その後1時間41分56秒には警告表示が赤色になりましたが、その後も問題なく録画は継続され、開始後4時間20分47秒で用意したメディアがいっぱいになってしまい、録画が停止となりました。この小型ボディでありながら冷却ファンを搭載していることで、長時間の撮影にもしっかりと対応してくれるのはとても安心なところです。真夏の気温がとても高いようなシーンではまだ検証ができていませんが、屋外などの給電が難しいようなシーンでは先にバッテリーが切れてしまうことになるんじゃないかなと思います。そして写真性能についても見ていきましょう。多くの人がキヤノンの取って出しの色味がいいと言っていますが、実際にそれは僕も感じました。オートホワイトバランスが非常に正確で、緑や青が目立つような環境下でも特に色が引っ張られることなく、しっかりと血色のあるスキントーンを維持してくれています。解像感も十分で、発色も非常に鮮やかに再現できています。ただローデータを現像しようとするとノイズが少し気にはなりました。センサーが小さいのとズーム時のレンズがそこまで明るくないので、 ISO がそんなに高くなくても暗い部分では結構ノイズが目立ちます。設定から高感度撮影時のノイズ低減をオフ、弱め、標準、強めの4つから選ぶことができるので、 JPEG データ自体は非常に綺麗ではあるのですが、ロー写真で色を追い込んでいきたいような人は編集ソフトでノイズ除去を適用させていく必要があるかなと感じています。今回僕たちが撮影した写真や動画のサンプル素材を無料でダウンロードできるように準備をしました。購入を検討されているような方はこれらの写真や動画を実際に編集をしていただくといいかもしれません。ビジュアルパークという僕たちのオンラインショップからすでにダウンロードが可能になっているはずです。ぜひこちらチェックしてみてください。このようにやや気になるところはいくつかあるけれども、非常に高性能なカメラがこのパワーショット V1 だと思っています。ただ一方で DJI の Osmo Pocket 3や今の iPhone16 Pro などはめちゃめちゃ画質が綺麗ですよね。そこで今回はそれらのカメラとどのように性能が変わってくるのか、実際の画質や手ブレ補正などの違いを比較検証していきたいと思います。ではまずはざっくりとスペックを比較していきましょう。センサーサイズはパワーショット V1 が 1.4 インチと圧倒的に大きくて、 Osmo Pocket 3の1インチセンサーの2倍の面積を誇ります。画素数や動画性能だけで見ると他の2機種に比べて劣っている部分も多いのですが、センサーが大きいことによる写りの違いというのはどれほどなのか見ていきます。まずはこちらが Osmo Pocket 3との比較です。両方とも手持ちでの撮影になります。色味に違いはあるものの、どちらも解像感があって綺麗な映像が撮れていると思います。手ブレ補正に関してもこのぐらいの動きであれば V1 でも十分滑らかな動きで撮れています。続いては iPhone との比較です。こちらも画質については大きな差がないように感じますが、明るい部分のディティールが iPhone の方が残せているような気がしています。ただ歩きながらの撮影になると明確に差が出てきます。 Osmo Pocket 3はさすがの補正力で、それほど気を使わなくてもしっかりとブレを補正してくれますが、パワーショット V1 ではかなりブレてしまっており、四隅の歪みも結構出ていると思います。 iPhone と比較してみても手ブレ補正力では V1 の方が劣っている結果となりました。なのでパワーショット V1 を使って歩き撮りをするときはしっかりと意識をして撮影する必要が出てきます。ここまででこのパワーショット V1 についてだいぶと理解していただけたかと思います。ここで気になるのはやはり価格ですよね。これだけ性能を詰め込んだこのパワーショット V1 の価格は僕が購入したマップカメラの価格で13万3650円でした。この価格について皆さんはどう思うでしょうか。コンデジという枠組みで見ればかなり高級だし10万円以上するというので、ちょっと高い価格設定のように感じはします。ただこのボディデザイン設計であったり高画質な 4K ビデオの撮影、さらには 4K60 フレームという撮影設定の選択肢の多さや換算約 17mm かつ F2.8 という明るさのレンズを搭載していることを考えると、僕は決してこれは高くないと感じています。旅行先での思い出や家族との時間など写真や動画を気軽に高画質に残せるというのがこの1台で全て済むというのは非常に購入する検討の価値があるカメラだと僕は感じています。ということでそれでは最後にここからは実際に使ってみて感じた使用感っていうのをお伝えしていきたいと思います。約2ヶ月間ほど僕含めて僕たちのメンバーもみんなで使ったカメラにはなるので、全てのフィードバックを混ぜ込みながらこのカメラの実際の使用感操作感をお伝えできればと思っております。
まずは撮影のハードルがめちゃめちゃ低いというところです。コンデジにしては大きいとはいえですよ、言うても気軽に撮影できます。本当にこのコンパクトさにはすごく助けられるし、なんといっても起動の速さ、電源をオンにしてから撮影を開始できるまで約 1.7 秒ぐらいで済んでしまうというのは非常に気軽にね撮影できる良さかなと思っています。さらにグリップ感もしっかりしているので、僕たちは香港でトラムとかに乗った時に窓から手をね出してみたりとかいろいろしてたんですけど、そういった時も怖くなくしっかりとグリップできているような感じがするので、撮影時に安心して使うことができました。そして広角側がマジで助かるんですよ。手ブレ補正でクロップが入るとはいえ、やっぱり約 17mm から始まるこの超広角のズームレンズというのが非常に助かります。この画角であれば自分以外にも他の人を画面内に入れることもできるし、自分の顔が近すぎずにちょっと離して撮ることができたりするので、やっぱり Vlog の撮影にはね非常に使いやすいような印象があります。一方でこだわった映像を撮りたいとなると物足りないポイントが結構あります。このカメラでこだわった映像を撮りたいという僕の方がおかしいということは重々承知の上で話したいと思うんですが、結構ね制限が多いんですよね。例えば 4K60 フレームで約 1.4 倍もクロップがかかってしまうし、電子手ブレ補正も全く使えなくなるので、やっぱりブレも多くなってしまうんですね。でさらにカメラを振った時のローリング現象が結構目立ってしまうので、 Vlog とかを撮ってる時に話してる人にカメラを向けたり他のところにカメラを向けたりすると、それだけでもローリングが結構気になってしまったりするので、ここはちょっと個人的にはね惜しいところかなと思っています。あとは F 値の変動ズームではあるんですけど、ズームをするとすぐに F 値が上がってしまうっていうのもあります。開放が F2.8 とはいえ、ちょっとズームするだけでも結構上がってしまうので、実質そこまで全体的に明るく撮れるようなレンズではないかなと思います。あとは美肌補正モードにも制限があったりします。モードダイヤルをこの SCN モードにしてあげると美肌補正だったり商品撮影モードが使えるんですが、他のモードであれば一切美肌補正を使うことができません。これはなぜですかキャノンさん、なぜですか。ソニーの ZV や Osmo Pocket 3はどんな撮影下でも美肌補正ぐらいは使えます。ここはね早めにファームウェアのアップデートで改善をお願いします。他は使用していて操作面で気になるところです。まずは ISO の変更だけがどう頑張ってもしんどいんです。このカメラにはここの背面ダイヤルとレンズのリングで回せるダイヤルがありますね。ただここにはどう頑張っても ISO の値を割り当てることができません。なので動画撮影や写真撮影で ISO を変更するときはタッチを押す、もしくはファンクションボタンからしっかりと ISO の値に行ってそこから調節をしていくというちょっと段階を踏まないといけなくなるので、この辺がややね使いにくいなというふうに感じてしまいました。あとはここの操作リングも使うことができるというのは非常にいいんですが、確実に左手が必要になってしまうので、右手だけでダイヤルを全て完結できないというのは少し僕的には使いづらいなと感じてしまいました。あとはなぜか録画を開始するとヒストグラムと水準器が消えるんです。これもまた謎仕様なんですけど、このように画面内にヒストグラムや水準器を出した上で録画を押します。そうするとこれらが消えてしまうんですね。撮影時こそ水準器を見てしっかりと見たいのにこれができなくなってしまうこの仕様もなんかね、こういう謎な仕様がね結構いろいろとあったりします。以上が僕がね、実際に使用していて気になったところになります。わかります。そんなところ気になるのはね、お前ぐらいやというところはわかるんですが、僕としてはこのパワーショット V1 を使ってしっかりログ撮影もたくさんしたかったし、結構こだわった撮影をね、したかったなと感じていたので、ちょっとね、ギャップを感じてしまったっていうのがあります。ただ僕的にいい意味での予想外だったことが一つあって、それが写真です。写真がね結構楽しい。どうやらこのカメラはキヤノンさんの中では Vlog カメラとは多分おそらく謳ってないです。あくまで動画撮影に特化した動画撮影向けではあるものの、写真を決して捨ててるようなカメラでもないと思うんです。でこの写真撮影というのが非常にうまくいきました。やっぱりレンズが寄った撮影をすることができるので、テーブルフォトであったりとか生活の日常の中にある少し気になったものにフォーカスをして寄って撮影してみると背景もボケるし、マクロに近いようなね撮影表現もできたりするので、こういった撮影にも非常に楽しかったんです。パッと見の写真自体がやっぱりスマホとかで撮った写真とはまた違った奥深さもあるし、僕の中では結構写真もね存分に楽しめるカメラだなというふうに感じました。そして今回見ていただいている写真作例はシャッターパックというプラグインを活用しています。これは写真を選んでロードをするだけでカメラ情報を自動で解析することができて、おしゃれで美しいデザインを一瞬で構築することができます。こちらもすでにビジュアルパークからダウンロードが可能になっていて、無料版のダヴィンチリゾルブでもお使いいただくことが可能です。開発にはとても時間がかかりましたが、きっと満足いただけるようなプラグインに仕上がっているので、ぜひこちらも試してみてください。
ということで皆さんいかがだったでしょうか。これがね、僕たちのパワーショット V1 のレビューという風になります。非常にね、撮影のハードルが低くて、動画も、そして写真も楽しむことができて、広角がね、17mm から撮影ができるというね、まさに僕たち YouTuber にとっても非常にね、楽しく撮影ができるようなカメラに仕上がってるんじゃないかなと思います。そしてやはりキヤノンさんのね、取って出しのカラーのね、良さっていうのを本当に感じることができたし、動画撮影においても14種類のカラーフィルターを使った、いろんな映像表現ができるというところで、本当にね、意外と今までにはなかったね、コンパクトデジタルカメラの2025年決定版となれるような存在になったんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で僕はやっぱりログ撮影をしたいという思いであったり、 4K60 フレームでも柔軟にいろいろと撮影したいっていうところを考えると、やはり C-Log3 の色のちょっと癖であったりとか、 4K60 フレームでのクロップ、そして手ブレ補正、そしてちょっとしたダイヤルの操作感などから、僕はそこまでちょっと使うことがね多くはないような気がしてるんですけれども、でもね、そんな使い方をするのをね言っても僕ぐらいだと思うので、ほとんどの方はそういったところに不満点を感じることなく、このカメラのいいところを生かして撮影ができるようなカメラにね仕上がってるんじゃないかなと思います。実際に納期も6ヶ月以上待ち、半年以上待ちになるぐらいの人気ぶりでもあるので、もしね気になる方は早めに予約やね購入をしておくといいんじゃないかなと思います。そして僕たちもね今実際にこのね R50V も購入して、キヤノンのカメラについてようやくねしっかりと学び始めている段階です。今後はねキヤノンのカメラについてもしっかりと取り扱ってね、頑張って購入してレビューしていきたいと思っておりますので、今後の動画もね楽しみにしていただければなというふうに思っております。そしてこのね V シリーズが2つ新しく出たというところで、残すはフルサイズが出るのかなと思ってるんですけど、そういったところもね、もし出たらまた購入してレビューしていこうと思っておりますので、このチャンネルをね見逃さないようにしていただければなというふうに思っております。ということで今回はねこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったらぜひね友達や家族にもシェアしてあげてください。そしていいねやチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。